こんにちは、まいです。今回はナイトルーティンをお届けします。家事に育児に仕事に気づけばあっという間に過ぎていく毎日ですが、最近は少しずつ自分をいたわる時間も作れるようになってきました。お肌の悩みを手放せたスキンケアや子供との小さな攻防戦など、日常のリアルな夜時間をお届けします。それでは行ってみましょう。少し肌寒いけれど空はすっきりと晴れていて、とても気持ちのいい夕暮れ。駅から歩いて20分ほどの距離をのんびり帰ってきました。今日は夫婦でお休みの日。午前中は夫が胃カメラ、午後は私の健康診断でした。朝から何も食べずに受ける午後の検査は毎回のことながらやっぱりお腹が空きすぎて辛いです。朝の3時から起きていたので空腹に耐えるのがいつも以上に大変でした。それでも検査が終わる頃にはお腹が空く感覚を通り越して悟りを開いたような気分になっていました。夜ご飯は家族みんなで美味しく食べよう。そう思ってスーパーで今日の夜ご飯の食材を買ってきました。子供はちょっと遅いお昼寝中。その間、夫はお風呂に、私は今日の夕食を作っておきたいと思います。テイスティングして口に合わないとすぐにペッと吐き出す娘。手を変え品を変え、いろんなものを出してはどうしたら食べてくれるのかなと、小さな料理審査員と日々戦っています。そんな奮闘する日々を送りながらふと思うんです。私も小さい頃は野菜が大の苦手だったなぁと。毎日キッチンに立って兄弟4人分のご飯を作るのはどれほど大変だったんだろうかと、母のキッチンに立つ後ろ姿を思い出しながら改めてその偉大さを感じています。部屋着に着替えて筋トレをします。今日はヒートをやる気力がなかったので体幹を鍛える動画を選びました。体幹トレーニング中にまさかの乱入者。一気に難易度が上がりました。お風呂に入ろう。その一言で始まる小さな攻防戦。今日も説得、交渉、お友達、通称ワンワンでのおびき寄せでようやくお風呂場へたどり着きました。我が家ではいつも子供とお風呂に入るのは私。お風呂から上がって保湿や着替えを担当するのは夫というような分担ができています。
供が生まれてから一つ一つの動作をゆっくり丁寧に思う存分するということが正直難しくなりました。時短こそ正義、そんな毎日を送っています。お風呂の中では少しでもふーっと一息つける時間を長くしたい。なのでクレンジングもいつの間にか荒々しくスピーディーに済ませるようになっていました。でも最近はお風呂から出た瞬間に肌がキュッと突っ張る感覚が強く、保湿アイテムは変えていないのになぜかピリピリとしてしまうようになり、それが小さな悩みでした。そこで乾燥させないために私が取り入れたスキンケア習慣を3つご紹介します。まず1つ目はお風呂上がりにクレンジングをするということです。お風呂の中でクレンジングをするとどうしても温かいお湯を顔にかけてしまいます。それが乾燥につながる気がして、今ではお風呂から上がったらクレンジングをするようになりました。そうすることでお風呂上がりに急いでスキンケアをしなきゃという焦りもなくなり、少しだけ心に余裕が持てるようにもなった気がします。そして2つ目に取り入れたスキンケア習慣は松山油脂の保湿クレンジングです。乾燥が気になるようになってからいろいろなクレンジングを試してきました。そんな中でラジオのリスナーさんからおすすめを教えていただいて試してみたら、私の悩みをスパッと解決してくれた。それがこの松山油脂の保湿クレンジングです。乾いた手のひらに 2,3 センチ取り、両手になじませてから優しく顔全体にのせていきます。馴染んでいくととても柔らかくなり、摩擦を感じずにスルスルと肌の上を滑っていきます。温かいと感じない程度のぬるま湯で20回ほど流していきます。ぬるっとするとダブル洗顔したくなる性分なのですが、これはちょうどいい洗い上がりで、さっぱりとしていながらも突っ張り感はありません。これを使い始めてから保湿中に感じていたピリピリ感もなくなり、本当に驚いた商品でした。145g で1485円というお値段も嬉しく、とても気に入ったので今後も長く愛用したいと思えた商品です。クレンジングが終わったらルルルンのフェイスパックで10分間しっかり保湿をしていきます。その間にお風呂場の水気を拭き取って、さっき顔を拭いたペーパーで洗面台を拭き上げ、排水口のゴミを回収します。ドライヤーをかけながらお風呂上がりのストレッチも少し、パックをしながら髪を乾かしながら体を伸ばしながら、同時進行の3点セットです。一石三鳥すぎてちょっと自分を褒めたくなる時間です。パックが終わったらキュレルの化粧水を5プッシュ、手のひらに包み込むようにじっくりなじませていきます。そして3つ目に取り入れたスキンケア習慣はハーバーのスクワランオイルです。今までは保湿した後の潤いを閉じ込めるためにワセリンを使っていました。ですが少し興味があって試しに使ってみたこちらのスクワランオイルが想像以上に良くて、今ではストック買いするほど気に入っています。使い方はとても簡単で、朝は1滴、夜は2滴をスキンケアの仕上げに顔全体へ優しくなじませていきます。
ポイントは手のひらに少し化粧水の水分が残った状態でオイルをなじませることです。その方がぐっと肌なじみが良くなる気がしています。塗った後の嫌なベタつきもなく、これを使い始めてから翌朝の肌触りが明らかに滑らかになっていることを実感できて、それ以来毎日欠かさず使い続けています。小さなボトルですが、これ1本で3ヶ月持つのでコスパも二重丸です。毎日のスキンケアの最後にほんの数滴でお肌を守ってくれる私のお気に入りのアイテムです。悟りのような気持ちで空腹をやり過ごしていましたが、煮込み終わったシチューの香りで一瞬に現実に戻りました。ようやくご飯の時間です。えいらないの？ちょっとだけ。嘘だ。食べ終わった食器を片付けてキッチンもきれいにしていきます。残りのキッチンの片付けを夫に任せつつ、私と子供は歯磨きタイムです。寝る時間までまだ少し時間があるので、子供と遊びながらおむつを替えて肌荒れしやすいところに保湿をしておきます。はい、おしまい。はい、おしまい。オッケー。そして寝る前の水分補給。パパおやすみと伝えて寝室へ行きます。私と子供どちらが先に寝たかわからないくらいあっという間に夢の中です。一緒に寝落ちしてしまうので、最近は夜の一人時間は潔く諦めています。はい、以上がナイトルーティーンでした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。うんちょこちょこちょこ、うんちょこちょこちょこ、うんちょこ